陽気はすっかり春。まだ3月半ばだというのに半袖でも過ごせる気温で、今年の桜の開花は例年より10日は早くなるだろうと予想されています。年明け早くに鉢上げして暖かい温室に入れているものは新芽が動き出しているものもありますが、外の棚に置いているものは芽が動き出すのはまだ少し先で、さつきは春を待っている状態です。そう、この時期はさつきの植え替えの適期になります。大胆な根さばきを行ってもこれからすぐに成長期になるので、木へのダメージが少なく、植え替え後の管理も楽になります。多くの愛好家が植え替えに励む季節です。前置きが長くなりましたが、今回はさつきの春の植え替えをご紹介します。この動画は巨樹巨木自然樹形研究会の提供でお送りします。作業してもらったのは前回に続き、巨樹巨木自然樹形研究会の皆さんです。路地上げを待っている木もたくさんありますが、今回は木箱に入った大型盆栽を陶器の鉢へ植え替えます。植え替えるのは7年前に鉢上げし、木箱で培養してきた樹高90センチ、幹回り75センチの栄冠です。足元の力強さ、枝の太さはまさに当研究会ならではの素材です。今から40年以上前、当時ではかなり太い方だった幹回り30センチほどの素材を培養してきたといいますが、ただ幹が大きくなっただけでなく、太く動きのある枝は唯一無二の迫力があります。植え替える前に枝の剪定を行います。路地の時と切り方って変わるんですか？変わんないんですね。そうすると全部路地はここちっちゃくしちゃう。ちっちゃくしちゃう。うん。ほんじゃないとこういうのは残さないから。3本ぐらい残る、路地の時は。路地の時は。今回は多めに残す。多めに残して、これでも今年でも来年でも飾れるようにしておく。これから出たのに秋に見えつったら来年飾れる。来年。ほんでこれ残して、今度コナックリ残すと、今年の春でも使えるよ。コナックリの。まだ花芽ありますからね、こういうところね。花あるよ、こうやって。ここでめっちゃ咲けば十分。木箱に入れると根の伸びが制限され、路地の時のような強い徒長枝は出なくなります。剪定の基本は長く伸びた枝を切り、短い枝に長さを揃え、全体の輪郭を整えていきます。この時短い枝に花芽がついているので切り落とさないようにします。これ木箱にあげてからもう7年です。7年ですけど、なんだろう、手入れっていうのは春にこの時期に一回裸にするだけですか？栄冠は大きな花が咲きますので、一つの棚に 2,3 個の花が咲けば十分見られるようになります。満開にする必要はありませんが、植え替えた直後でも鑑賞することを考慮して剪定します。飛び出してる花芽は切っちゃって、短いところの花芽を残してですね。何本も2、3個咲けばこれでいっぱいになっちゃう。これができたくで、できてこっちができたら中へさスズミ枝付きの後で出たらちっちゃいの。スズミ枝。懐の枝。懐のこれがこうやってできたとするでしょ。出たくで小さい小鳥が止まる。早い枝、小枝を中へちょろちょろってつける。小鳥が止まれる。だから俺らはこれは後でつける。最初はこれだけつけて、スズメ枝っていうの中へつける。後でできたら。ほら必ずでっかい。小さい枝だ。それをつけておくときれいな。剪定後、まだ芽は粗いですが、今後の持ち込みにより少しずつ枝棚を密にしていきます。手でいっちゃいますか？いけちゃう。7年間の培養で木箱は腐ってきます。腐ってきたら植え替え時期です。木箱は陶器の鉢よりも大きいものを使うのが一般的です。用土がたくさん入るので、
根が詰まりにくく、植え替えの周期が長くなります。樹勢を上げた状態で長く管理することができるので養成期には最適。さらに太く大きくすることができます。冬季の鉢ですと3年から4年が植え替え周期になります。腐りかけた木箱は再利用できないのでバールを使って壊していきます。根を見てみると腐りかけた木箱に根を食い込ませて伸びているのが分かります。さつきの鉢内環境は水や空気の通りをよく保つことが大切なので、水や肥料をやって目詰まりした表土をよくほぐします。根をどこまで切り詰めるかは次に入れる鉢のサイズに合わせて詰めていけば良いでしょう。木箱で作っていると用土が潰れるほど根が張ることはなく、7年経っていても鹿沼土の粒が残っていて水はけ、通気性ともに維持されているのが分かります。木箱の方が長く持てるんですよね。持てるよ。ね、そうですよね。ただ鉢じゃ3、4年だから。そうですよね。鉢で7年持ったらこれどころじゃないですよね。ガチガチですよね。何が違うんですか。やっぱり通気性がいいんですか。通気性がいいんだとな。大きさも大きいですね。化粧鉢に鉢に入れるとどうしても小さくなっちゃうから。大丈夫、私はおっしゃってます。大丈夫、私はしっかりやれる。傘。今度あと1回ぐらいでこう取ってぐーっとここらまで取っちゃって、ここから抜けば完璧なんです。ここから抜かないからみんな水が入んなくなっちゃう。いつですか。今。違う、今じゃねえよ。次上から。次の上から。次の上から抜けばもっと短く。これ取って浅くして、ここから抜くのみんな。上から抜く。ほんでこれ抜き忘れたから、あとは抜けないはず固まっちゃって。だから2回目は大事なんだよ。これが木箱から化粧鉢に植える時。これ1回目は大事なの。1回目は。今度は2回目はこれ取った時、ここから抜かなかったらみんなダメ。上から抜く。上から抜かない。左右、奥行き、深さを入れる予定の鉢のサイズまで詰めたら幹や枝を水洗いします。根っこは臭くなっちゃうし。100回でも会長5分ぐらいだから、あれ会長さんに待ってよ。いいか、なんでさ、出発点じゃ来るの。いいか、あいつにさ、もうこっちをこら固めないか。そう、これそっち言うのが。
意外がないから知ってるのは分からんだけどな。そうそう。ちょっとこっち上がればいいな。さ、こっち上がればな。植え付け高さや正面位置、角度を確認したら新しい鹿沼土で植え付けます。隙間ができないようによくすき込みます。思い出したらですか。じゃあもうたまにみんな同じ。今日暑いですからね。暑い。插到底下，这个竹坯子插到底下。竹坯最好它对根伤了，对根部伤害比较小，用竹坯子啊。これ水苔を張るっていうのは、保湿ですか？あと砂がこぼれない。こぼれない。そうだよな。やっぱりこれ表面が乾いちゃう。湿度があると上の根っこが張りやすいじゃないですか。ここすぐ張っちゃう。上根が張るとさつきって樹勢が上がりやすい。上がりやすいよ。ああやっぱりってことは何も張らないで管理するよりは張っといた張ったより張っといたの。冬ほら張らないと凍って土ボロボロのがボロボロ。これは乾燥防止ですか？乾燥やすいね。でこれまあ逆行するんですけど上根が張ると根詰まりしやすくなる。そうだよ。だからじゃね。だからなんか意外と1年ぐらい置いた後からなかったの。ほんで植え替えが大体3年後になるんですよ。3年後。3年後。で次の時はもっと底取って上から抜けるようにほぐしてくる。全部ここから大体抜けるの。こうとここで上げていく。そしたらねいいんだよ。俺をほってやるよ。この次の植え替えってことですね。次の植え替え。3年後の植え替えがこの股を。ここから抜かなかったら絶対ダメだよ。根洗いも3年経ったら遅いから。来年でもいいよ。来年でも違うのが。最後に表面に水苔を張って本日の作業終了です。表面の水苔は保湿や鹿沼土の飛散防止、冬季に鹿沼土が凍って崩れるのを防止する効果があります。またさつきは上根の勢いが良いと樹勢が上がりやすいので表土付近の保湿は樹勢向上にも効果的です。ただし上根が張ると表土の水通りが悪くなるので定期的な植え替えが欠かせません。さて今回は木箱から冬季の鉢への植え替えを行いました。根を締めることで樹勢を安定させ枝棚を密に仕立てていく木作りへと変えていきます。そして次回の植え替えは3年後の予定。次は内部の鹿沼土が固まってくるので水通りを良くする根のほぐし方が必要になります。機会があれば次の段階の植え替えについてもご紹介します。以上、木箱から冬季の鉢への植え替えでした。